こんにちは。バララボへようこそ。バラを育ててみたいけどなんだか難しそう、そんな風に思っていませんか？実は私もバラ栽培に関しては苦い経験があります。今から20年ほど前、意気揚々とバラ栽培を始めたのですが、途中でコガネムシの幼虫に根を荒らされたり、病気が蔓延してしまったりして、一度は完全に挫折をしてしまいました。当時は本当にショックで、しばらく成り行きに任せたバラ栽培となってしまっていたんです。ところが最近、ふと YouTube を見ていると、今のバラは一昔前とは比べ物にならないほど大病に優れた病気に強い品種が劇的に増えていることを知りました。これならもう一度あの憧れの世界に挑戦できるかもしれない、そう思い立って今年からは心機一転、バラ栽培を再開することにしました。このチャンネルでは専門書の難しいお話は一旦置いておいて、私の失敗経験も踏まえながら、どうすれば今度こそ失敗せずにきれいに咲かせられるのか、実際の作業や実験を通して分かりやすくお届けしていきます。今回は名刺代わりの第1回目として、我が家の庭で今美しく咲き誇っている3つのバラたちを紹介します。それぞれのリアルな育てやすさや魅力も合わせてお話ししますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。まず最初にご紹介するのはこちら、ジュビリーセレブレーションです。見てください、この圧倒的な華やかさ。サーモンピンクに裏側がほんのりゴールドを帯びた、吸い込まれそうなほど美しいグラデーションが特徴です。大輪の気品ある姿はもちろんですが、フルーティーで濃厚な素晴らしい香りがお庭いっぱいに広がっています。一見育てるのが難しそうに見えるかもしれませんが、樹勢が比較的強く、とても元気に育ってくれる優秀なバラなんです。お庭の主役になるバラを探しているなら、文句なしに一押しの品種です。続いて2つ目は、鮮やかなオレンジ色が目を引くレディ・エマ・ハミルトンです。このバラの魅力は何といってもこの元気をもらえるビタミンカラー、そしてつぼみの時の濃い赤から開くにつれてみずみずしいオレンジ色へと変化をしていくグラデーションが本当に美しいんです。さらにバラのトゲが比較的少なめなのも、初心者の方やベランダで育てたい方には嬉しいポイントですね。フルーツのように甘く爽やかな香りに毎朝癒されています。最後にご紹介するのは純白の銘菓アイスバーグです。氷山という名前の通り、透き通るような白が美しいバラですが、実はこのバラ、殿堂入りを果たすほど世界中で愛されている名作なんです。その理由は圧倒的な育てやすさとたくさん咲く強さにあります。病気や暑さ、寒さにとても強く、少し日当たりが悪い場所でもけなげにたくさんの花を次々と咲かせてくれます。最初に育てるバラで絶対に失敗したくないという方は、まずはこのアイスバーグから始めてみるのが間違いないと思います。我が家の自慢のバラたち、いかがでしたでしょうか？何年か前に一度諦めて放置してしまった私ですが、まだ生き残っていた強い品種たちのおかげで、少しお手入れするだけでこうしてまたバラに囲まれる毎日の楽しさをかみしめています。こんな風に美しく咲いてくれるバラですが、ここに行くまでには苗の植え付けや日々のちょっとしたお手入れなど、いくつかの大切なステップがあります。一度挫折している私だからこそ、初心者の皆さんがどこでつまずきやすいかもよくわかります。次回以降の動画では、今年購入した新しいバラの苗を使って初心者でも失敗しない
植え付けの正しい手順を一から詳しく実践していきます。これから新しく始める方はもちろん、私と同じように昔失敗したけれどまたやってみようかなと思っている方も、ぜひその再開の様子をリアルタイムで共有させてください。お家を大好きなバラで満たす生活を私と一緒に始めてみませんか？ぜひチャンネル登録をして、これから私のリベンジと研究を一緒に見守っていただけると嬉しいです。それではまた次回のバララボでお会いしましょう。